画期的だよね。画期的。いや、めっちゃ賢いと。あ、なにこれ。こんなの俺見たことないもん。もうはしゃいじゃって寝れないやつだねこれ寝れね。ないね。ただね、俺言いたいこと言っていい？どうぞどうぞ。今回は新潟の燕三条、加藤モーターさんっていうキャンピングカーのビルダーさんのところに向かっているんだけど、前から気になってたんだよね。ビルダーさんの本気で作ったハイエースのキャンピングカーとかやっぱ一回見とこうと思って。もう着いた。おお、着いた着いた。タウンエースベースのメリルっていうキャンピングカーです、なんということでしょう。なんということでしょう。そうしたらちょうどここで寝るのやだ。ここでこれ晩酌して、なんか一気にな。じゃあ加藤モーターさん2代目 Life is Beautiful、 あ、それ私も見た。これ略してリブ。リブ。そういうことか。でこれハイエースのミドルルーフだね。ハイエースって標準ミドルハイルーフっていうのがあって、真ん中の高さのやつ、標準よりちょっと屋根が高くなってる。で幅は広い、ワイドで、高さが2105ミリだから 2.3 メートルの立体駐車場は余裕で入る。高さって結構立体駐車場使う人にはシビアだから、そう入れる機会多い人はこれ嬉しいかもしれない。だからワンチャン多分キャリア次第だけど、キャリアつけても立中入れるかも。このミドルだったらね。ハイルーフだったらもう絶対 2.3 メートルは無理だけど、これも何の変哲もない普通のハイエースだけどね。いいね。俺ねこういう派なんだよね元は。わかるわかる。何の変哲もない車の中身がすごいっていうのがそそるタイプなんだよ、元はね。だからキャラバンの時も外装ほぼ一切いじらずやってたじゃん、ボンゴも。でも外部電源だね。ありますね、こっち側も何の変哲もない普通のハイエースだ。こういうのをなんか総じてステルスキャンパーって言うよね、見た目は普通の車、中身がすげえみたいな。当てたらすごい。そう。じゃあもう今回はいきなり入っちゃうか、中に。まずは運転席から。前回見たタウンエースと比べるとやっぱね全然違う。このまず高さが違う。この乗った時の。あ、そうだね。このステップ踏まないと乗れないもんね。そうそう。でもこれ懐かしいね、この感じで。この感じは懐かしい。キャラバンだねこれ。キャラバン思い出す。ね、幅全く一緒。助手席と運転席のこの離れてる感じがすごい思い出す。ハイエース運転したことないね実はね。ない。これセンターコンソール、これすごくない？すごい。これがまずすごいよね。俺らのさキャラバンの場合さ、ここ座席だったもんね。座席だった。だから前に3人乗れる幅なんだよ。これも同じなんだけど、ドリンクホルダーがあり、多分ここに座れるという。これ座席じゃない？これは座席じゃないでしょ。違う？だって足どうすんの？足こっちに出すんだよ。まあ乗車定員としては数えられないけどね。後ろでくつろぐ時にって話ね。でこれあれじゃない、グルちゃん用じゃない。これどう見ても俺これ見た瞬間ペット用だと思ったよ。したらこの3人でこう。そうそうそう。俺このセンターコンソールめっちゃいいと思った。しかもここにあれ肘置きがあるね。肘置きが。ウォークスルーはできたね。できた。普通にできたね。できました。俺今ねここの後ろのところにいるんだけど、でも後ろざっくりこんな感じ。キャラバンの感覚は俺ら分かってるはずじゃん。それに比べたら若干短い感じはあるかな。だってベッドが180センチでここに来て、で残りのスペースがこれだから。そう言われると2人ギリギリ座れるぐらい。そう言われると分かる。キャラバンはハイエースでいうとワイドのスーパーロングのハイルーフなんだけど、この運転席からこの窓の終わりまでがキッチンで、そっから後ろが、ベッドだったんだけど、これぐらい40センチ分ぐらいやっぱ短まってる。それでもこのリビングスペース、運転席のリビングスペースあるけど、なんか普通にくつろげる感じはあるね。キャラバンの時はこっち側キッチンでこっち側でくつろいでる感じだったけど、今回ここはキッチンがなくてキッチンが後ろにあるんや。
配置が違いすぎてなんか感覚が違いすぎるんだけど。そうこのキャンピングカーね今まで見たことない感じの配置なんだよね。で私がこの車両を見たかった理由がこれなの。あベッドね。後で詳しく見ますけど。そうベッドがすごい。一応これ4名乗車の4名就寝になってるんだけど、でこれがねちょっとボカーンって拡張するベッドになってる。で4名乗車のうち2人は運転席と助手席じゃん。で残りの2人が運転席の後ろに横並びで2人座れるようになってて、シートベルトがここについてると。こういう感じで。まあ大人2人だったらちょっと窮屈かもしれんけど、子供とかだったらちょうどいいかもね。いいかも。しかも運転席と距離が近いから、多分会話しながら旅を楽しめる。ここにね意味深なクッションがあるんですけど、ちょっとやってみる。もちろんやってみよう。説明できないから。俺これ一番びっくりした。この車を見て最初。あえて今ノーマルの状態に戻したんだけど、この展開するところを見せたくって、これね、これ画期的だよね。倒すだけ。背もたれを前に倒してから、この後ろ側にもこの座るクッションを置いてあるだけ。そう置くだけだ。この下は別に何もなくって、普通のスペースなの。そう置くだけなんだけど。置くだけなよ。そうするとなんかまるでこっち向きの座席みたいになるよ。シートを逆に回転させたみたいな。でさ、俺らさデュカトの回転式の座席で感動してたけどさ、それわざわざ回転式にするまでもなく、こうするだけで実現できちゃってる、後ろ向きシートが。今さここ自然に座っちゃったんだけどさ、多分ね子供まあお子様かグルちゃんがどっちかだろうね。かなって感じがする。どうその後ろ向き。結構いいよ。普通に座れる。すごくね肉厚っていうかしっかりしてるから結構いい。簡易的な感じがしたけど、結構座り心地はいい。ここはでもあれだね。どうやって座る？足伸ばすんじゃねえじゃん、もうこっから。もうここ足置いちゃうのかな。待って、そうこうなのかも。そういうのはできるか、斜め。ちょっとこういう感じで足を伸ばし。これ結構画期的だよね。画期的。いやめっちゃ賢いと。だからスーパーロングじゃなくても、このベッドの前の部分だけでも工夫次第でもう十分余裕のくつろぎスペースが作れるってことだね。リビングスペースみたいになってるもんね。なってるね。でここカーテンレールが前にぐるっとあるからプライベートも確保できると。わかった。これね、これのなんだろうって思ってたじゃん。こうはめてさ格納するんよ。ほら。あれか、普段の運転モードにするときにそういうことか。使うときこうするんだ。このテーブルも結構工夫されてると思って、これなんか固定されてないんだよね。固定されてないね。いや俺これ結構いいと思うんだよね。これ自由にだってどこにでも移動できるしさ、ちょっとこっちにやりたいみたいな時あるもんね、実際。ある。外でも使えるしさ。確かに。いらない時さ放り出して家に置いて出れるしさ。これなかったらだって相当広い。こっちの方にこうどかしたりもできるし、そしたらここでさラジオ体操とかできんじゃん。できるね。踊れるね。乗車部分の下、引き出し広大な収納になっている。広い。服だね。服2人分入れて全然余裕じゃない。こんだけ2人分入るね。でなんかここにコンセントに2口と USB が1口 USB-A がついてますね。あります。やっぱプロの施工だから配線が分かんなくなってるね。綺麗に。俺だったらもうこの辺ケーブルがちょっとね。でこの窓の枠の作りが結構すごい。もう家みたいな窓枠になってる。なんか全体を通してこの木目がすごい素敵。これすごい細かいとこなんだけどさ、これがね吹っ飛ばないようにここに止めるやつがついてんの。なんかこういうボタンでパチって止めれるようになってて、ほらこれなんか吹っ飛びそうやもんね、置いてあるだけやから。でこのハイエースもあれ片側開きだね。そっち側はドアがなくて固定の壁になってると。でそこにも本来はカーテンがある。壁はなんだろう、コーデュロイみたいな生地。加藤モーターさん自体が結構断熱こだわって施工されてるってことなので、多分しっかりやってあると思う、この裏側は。このハイエースはパッと見ほぼ完全に断熱されてるね。鉄板むき出し箇所がリアハッチとスライドドアのこの一部ぐらいだね。他は完全に覆われてる。綺麗に間接照明がまたムーディーだなと思って。
うんほらここからここでいじんのかこのな。何段階かできるんだ。フリーザー。あ、これ冷蔵庫か。うん。で水道ポンプ。あ、これ絵でついてんだ。わかりやす。わかりやすくなってるね。ファン、オーディオ。フリッジはこれ、あ、横開きだ。あ、このタイプは使いやすいな。冷凍室もある。ほら冷凍室が上にあると。これ俺ら使い慣れてるぜ。使い慣れてる。キャラバンの時このタイプで、しかも大きさも同じくらいじゃない。同じだね。ここに冷蔵庫があるとね、外からも使いやすいよ。うん。このスライドドアが開けて、この外でキャンプとかしてる時にビール取り出しやすい。うん。でこのスイッチパネルの横にこれがバッテリーの大元のスイッチがあってモニターがあると。スマホのワイヤレス充電がここについてる。やっとこの後ろの部分に行きますよ。あ、クーラーだね。クーラーがバンってついてる。キッチンだね。後ろはこれは。ううんん。収納がいっぱい。そこ収納なん。収納収納。へえなんか。ね、結構奥深いんだよ。あ、開いた。収納です。収納。うんあ、何これ。すごくない、ほら、全部こんなになってる。おー、なるほどねこれだ。ったんだ。すごくない。あー一個ずつもできるんだよ。それぞれでやることができる。扉がいっぱいあるね。扉いっこのぱい。収納が大量。下かなり広い収納よ。もうこんだけあれば大体入るでしょっていう。キッチン系で言うと大体入るね。うん。この下の広いところが調理器具系かな。でここがなんだろう、保存食系、乾き物系の食料で、ここがちょっと調味料とかかな。キャラバンのキッチンの収納より全然広いね。いやここだけだとね。うん。でど真ん中に電子レンジがあると。さっきと同じといい。トッフィー。これで何でも作れます。コンセントと USB-A がここにもついてるね。っていうか電子レンジだけじゃなくて普通にコンロもあるじゃん。コンロもあるんだよ。ここ開けていい？うん。開けます。ただこのコンロ付きのシンクはあれオプションらしいです。ああ、そっか。うん。でもつけたい。これは私つけたい。電子レンジだけで十分な人は標準のままでいいけど、それだけじゃなくてちゃんと料理もしたいっていう人にはコンロ付きのシンクもオプションであります。うん。これいいよね。二口ついてんだよ。ただね、うん。俺言いたいこと言っていい？どうぞどうぞ。立てないんですよ、ミドルルーフってそもそも。それはそうですね。じゃあそこで立ってさ調理しようとしてみ。海子がどうなる？ちっちゃい海子ですら海子はそうなるよ。156センチ、うん結構小柄な方なんだけど、うん。その私でも立つとミドルルーフだとこうなる。いやそうなんよ。なかなかきついよ。うん。だからこれなぜ俺らがキャラバンハイルーフを選んだかっていうのはそこにあって、うん。ハイエースでもハイルーフなら172センチの俺でもかがめばギリ立てんのよ。海子はもう余裕で立てるんよ。車内が163、4センチぐらいあるから純正で。ミドルルーフだとねやっぱそこがネックにはなる。ネックというかデメリットの一つではあるね。うん。ハイルーフに比べてだけど。ここに腰掛けながらやる感じ。そうだね。だからここでなんか作業すんなら椅子が必要だね。中腰でやってたら絶対腰ぶっ壊すから。うん。それかもうこういう膝立ち膝立ちね。膝立ちでやるか。まあ俺みたいなオスグッドの人にはそれは無理だけど。オスグッドがそう床に直撃すると痛くなっちゃうから、だからやっぱ椅子は必要ですね。でここめっちゃ広いね。ここのいやめっちゃこの台前代未聞の広さしてる前代未聞のよ。収納の場所にもできるかもね。ラックみたいのつけたりしたら、うんうん、確かに。工夫次第でここはいかようにも使える。でこれ新幹じゃん、下に給排水タンクがあるんだけど、これだね。これはリアハッチ側からうん。タンクを出し入れできるようになってるから、そこはよく考えられてます。やっぱねキャンプ場とかで水の補給とか排水捨てたりしたい時って車の奥まで行ってこうタンクの出し入れするのすごく面倒くさかった。キャラバンの時奥にやっちゃってたからあの時そうだったよね。こういう扉の目の前にタンクの出入り口があるのはかなりそれだけで違う。うん。
ポイント高い。さっきさミドルルーフだと立てないとかうんぬんとか言ってたけどさ、それってさどういう使い方をしたいか次第であってさ、ザ・キャンピングカーとして居住性を最大限に欲しいっていう人だったら、もちろんハイルーフを選ぶんだろうけど、この車にはこの車の適材適所みたいな最適な使い方が多分あると思うんだよね。ああ、もちろん。でそれを想像するにハイルーフとかスーパーロングとか大きい車に比べたらちょっと小さいじゃん。高さも長さもちょっとキュッてなってて、でフェリーも5メートル未満に収まると。で運転も多分小回りが多少効くんよ。かつ、タウンエースとか K とかに比べたらだいぶ広いじゃん。自分の暮らしとの兼ね合いというかそう調整というか、多分本当に細かいところで決まる可能性もある、このサイズにするっていうのは。車庫の大きさとかね、近くのよく行くスーパーが立体駐車場で 2.3 メートルだったとかね。あとマンション住まいの人でもともと家の駐車場が立中なんだとかね。その中でもミドルルーフの短め5メートル未満っていうのサイズの中でも最大限に装備を充実させてる感じがするこのキャンピングカー、なんで4人で乗れて4人で寝れるんだよ。多分ねビルダーさんってそのキャンピングカー1台1台作る時にそういう細かい想定まで結構考えてると思うんだよ。例えばこれだったら4人家族で大きすぎない感じの車で最大限に設備が欲しいみたいな人だと思うんだよね。快適に旅がしたい。12ボルトクーラーのこんないかついのつけてるぐらいだから、がっつり料理もできるし冷蔵庫も40リットルぐらいあるからいっぱい入るでしょ。これも至れり尽くせりですよ。で4人でこのくつろげるスペースがあってさ、だってもうくつろぎスペースだけで言ったらここだけでもう十分すぎるぐらいやからね、十分。それでだよ。じゃあ最後行こうか。満を持して行くけどさ、こんなの俺見たことないもん。ベッドですよ。4人でどうやって寝るんだって。これミドルルーフでよ。まず2段ベッドがあるのも一目瞭然でわかるんだけど、まだ見たことないでしょ。4人でももちろん使えるし、2人旅だったらもう常設のままこの2段ベッドで2人で寝れるんよ。縦に2段ベッドここにあるっていうのね面白いよね。ハイルーフだったら2段ベッドは可能かなと思ってたけど、ミドルルーフとかでも可能なんだって思った。キャンピング要件的に頭の上50センチ必要なんだけど多分取れてんだよね。感覚でも分かるけど取れてんだよ。で下も十分な高さがある。意外といけるって話だね。2段ベッドそれでいてさ、なんと展開して4人就寝ができるようになるんだよ。じゃあ行くよ。スーってやってこういう感じ。これねこういう感じ。ギミックですね。ギミックなんかトンネルみたいじゃん。そう、これをこうやってスーッとまた移動させて、またこう移動させて。おおすごいできた。すごいのできた。下だけで2人寝れると。めっちゃ広いんやけど。上にもこうしたら2人寝れるんですよ。うわすごい。ね見て、はい、ここにもコンセントついてるんですけど。ああこれあれだ。寝ながらスマホ見れるわ。このお心遣い。上の人からはこれが使えるんだよ。じゃあ俺下行こう。あ待って、電子レンジがここにあるから寝ながらこう調理もできるね。でここの辺の収納も使える。面白いねこれ。ここレールになってたね。ほら、だからこんなスーッといく。もし自分が子供だったらめっちゃテンション上がるやつだ。超喜ぶ。これは喜ぶわ。もうはしゃいじゃって寝れないやつだねこれね。寝れないね。リアハッチ開けるとこうなってると。ここが給水タンクの場所だね。あった。排水10リットルずつ。10リットルずつね。上の段が給水排水タンクになってて、下は収納。収納だね。これねあれスペアタイヤを出し入れする用のメンテナンス工みたいな。あれこれなんだ。後ろ側にこれなんかある。ここ常設部分だよね。後ろに収納がついてんだ。これなんか外で使うもんとか入れておく感じかな。そうだね。でFF ヒーターはオプションなんだけど、つけるとしたらこの下の部分になるって言ってた。この常設部分の下ね。だから正直釣りとかサーフィンの道具とかは車内には積めないかな。積めないね。アウトドアを楽しむというより家族で旅を楽しむようなキャンピングカーだね。
そんな感じだね。まあでもミドルルーフだからこれ上にキャリアとか積めばいくらでも荷物積んだりできるよ。まあでもそこそこ車高あるね。そこそこあるけどハイルーフよりは全然いいと思う。キャリアをつける場合、まあラダーとかあったらなお出し入れしやすい。加藤モーターさんのリブという車両。ライフイズビューティフル。乗車定員が4人、就寝も4人。長さは5メートル未満に収まる。4.8 メートルで幅が1880で幅広いよ。幅はワイドだ。幅はワイド。5メートル未満収まるの結構すごいよ。5メートル超えると6メートル未満だとフェリーの金額がバッて上がったりすることがあるから、まあこれはそのフェリー会社にもよるんだけど。で北海道とか行くの絶対あれフェリー乗らないといけないでしょ。で東京から九州とかも結構俺フェリー使っちゃうから、運転だけで行くとなるとかなり大変だから、フェリーは便利だもんね。で高さが2105ミリ、だから 2.3 メートルの立体駐車場は余裕で入る。でガソリンで4区もありってなってる。車両本体価格は703万2300円で、まあ、そこにこの展示車両の場合ねオプションがこうゴリゴリ入って841万6100円の車両です。この展示車両。展示車両このままくださいって言ったら840万円。でこれが主要な標準装備でこんな感じと。エアコンは標準装備。エアコン標準なんだね。タンクサブバッテリー100アンペアな。オプションでサイドオーニングもつけられるんだ。これはまあついてない。FF ヒーターもオプションらしい。